2026年、アメリカ、フロリダ州で下された一つの判決が、医療界全体を震撼させた。法廷に立つ男は、14年間にわたって白衣を着続けた。メスを握り、患者の体を切り開き、骨を削り、縫合を繰り返した。しかしその男には、医師免許が存在しなかった。一枚の偽造書類。それだけが、彼と医療の世界をつなぐ唯一の接点だった。原告団による調査が進む中で明らかになった事実は、あまりにも重かった。2012年からフロリダ州の大病院で整形外科医として勤務していたこの男性は、実在する医師の資格を巧みに模倣し、採用審査をくぐり抜けていた。院内の誰も疑わなかった。いや、正確には疑える仕組みが存在しなかった。300人以上の患者がその手術台に乗せられた。300人以上の命が無資格者の手に委ねられた。術後に深刻な後遺症を訴えた患者の数は、現時点で把握されているだけでも数十人に上る。感染症、神経損傷、骨の変形、本来であれば避けられたはずの苦しみが、今も続いている。病院側は、内部管理に問題はなかった。と当初は主張した。しかし調査が進むにつれ、資格確認プロセスの重大な欠陥が次々と浮かび上がった。なぜ、これほど長期間にわたって発覚しなかったのか。なぜ、誰も気づかなかったのか。その答えは、被害を受けた患者たちの日常の中に、静かに刻まれていた。2026年、アメリカ、フロリダ州の郊外、マーカス。ライリーは、その朝もいつもと同じように目を覚ました。コーヒーを入れ、新聞を広げ、窓の外に広がる静かな住宅街を眺める。どこにでもいる。ごく普通の中年男性の朝だった。しかし彼の右足は、もうあの頃とは違う。2019年に受けた膝の手術。その後から、違和感は続いていた。歩くたびに走る鈍い痛み。階段を上るたびに聞こえる、かすかな音。担当医には、経過は正常だ、と言われ続けた。だから彼は、信じるしかなかった。医師を、病院を、そして、医療という仕組みを。同じ頃、別の町では、エレナ・コルテスが娘の手を引きながら、リハビリ施設への道を歩いていた。背骨の手術を受けてから、もう3年が経つ。それでも彼女の体は、完全には戻らなかった。なぜ治らないんだろう。と、何度も自分に問いかけた。医師の腕が足りなかったのか、それとも、自分の体が悪いのか。答えは、まだ誰も教えてくれなかった。フロリダの青い空の下、被害を受けた患者たちは、それぞれの痛みを抱えながら、今日も静かに生きていた。誰も、まだ知らなかった。自分たちが受けた手術の、本当の意味を。その真実が、ある朝突然、彼らの元へ届くことになる。2026年、春のことだった。フロリダ州の地方裁判所に、一通の訴状が提出された。原告は、元患者のグループ。その数、実に42名。訴えの内容は、単純な医療ミスではなかった。あの男は、本物の医師ではなかった。その一文が、全ての始まりだった。調査の端緒となったのは、一人の元患者の執念だった。膝の手術を受けたにもかかわらず、術後の状態が一向に改善しない。痛みは続き、歩行にも支障が出た。不審に思った彼女は、独自に担当医の経歴を調べ始めた。医師の名前は、記録に残っていた。しかし、その先がおかしかった。医師免許の番号を照合すると、州の公式データベースに該当する記録が存在しなかったのだ。彼女はすぐに弁護士に相談した。弁護士が医療当局に問い合わせると、驚くべき事実が浮かび上がった。その医師が提出していた免許証は、精巧に作られた偽造品だった。2012年から14年間、この男は、フロリダ州内の大規模病院で整形外科医として勤務していた。その間に執刀した手術は、確認されているだけで300件を超える。患者たちは誰も疑わなかった。白衣を着て自信を持って話す男を本物の医師だと信じて疑わなかった。病院側も気づかなかった。いや、正確には気づけなかった。採用時の書類審査は行われていた。しかし、免許の申請性を直接照合する仕組みが当時の病院には存在していなかった。その穴を男は巧みに利用した。調査はここから急速に広がっていく。2026年、調査は静かに、し
かし確実に動き始めた。最初の動きは、一人の元患者からだった。手術後に原因不明の後遺症が残り、セカンドオピニオンを求めた女性が、担当医の名前を別の医療機関で紹介した。すると、奇妙なことが起きた。その名前が、公式の医師登録データベースに存在しなかったのだ。女性は弁護士に相談した。弁護士はフロリダ州医療委員会に問い合わせた。委員会が調査を開始したのは、2026年1月のことだった。捜査当局が最初に着目したのは、採用時に提出されていた免許証の原本だった。書類は精巧に作られていた。書式も、印刷も、一見しただけでは本物と区別がつかない。しかし、発行番号を州の記録と照合したとき、一致するものが何一つ見つからなかった。番号は、存在しない番号だった。捜査員たちは沈黙した。その番号が使われていた期間、14年間、病院はただの一度も、直接照合を言っていなかった。正式な捜査発表は2026年3月に行われた。フロリダ州司法当局は男を詐欺及び無資格医療行為の疑いで被疑者として特定した。しかし、その時男は、すでに病院に姿を現していなかった。どこへ消えたのか、なぜ、このタイミングで、捜査員たちは過去14年間の男の行動履歴を洗い始めた。そして、ある一つの矛盾に気づく。男には、消えた理由があった。次に浮かび上がるのは、男が語り続けた、もう一つの顔。だ。2026年3月、フロリダ州司法当局は、ついに男を正式な被疑者として特定した。容疑は詐欺、及び無資格による医療行為。14年間にわたる偽りの日々が、法の名のもとに裁かれようとしていた。しかし、捜査員が病院へ向かった時、男の姿はすでになかった。机の上には何も残されていなかった。個人の荷物も、連絡先も、まるで、最初からそこに存在しなかったかのように、男は消えていた。なぜ、このタイミングだったのか、捜査員たちは動いた。過去14年間、男がどこにいたのか、何をしていたのか、一日一日を遡るように、行動履歴を洗い出していった。すると、一つの矛盾が浮かび上がった。男には、確認されたアリバイが存在した。捜査が始まる直前の数週間、男は複数の場所に出現していた記録が残っていた。空港、ホテル、そして別の州、まるで逃走を計画していたかのような、あまりにも整然とした足跡だった。偶然にしては、できすぎている。さらに調べを進めると、男が長年にわたって使い続けたもう一つの名前が出てきた。別の住所、別の職歴、そして別の人物像。男は医師としての顔だけを持っていたのではなかった。その裏にもう一つの自分を静かにしかし確実に育て続けていたのだ。捜査員たちは確信した。これは衝動的な逃走ではない。周到に準備された、計算された消え方だ。と男が語り続けた。もう一つの顔。それは今、捜査の確信へと向かっていた。そして次に明らかになるのは、その顔に刻まれた、深く静かなひとしきれだった。日々は、最初から、そこにあった。ただ、誰も見ようとしなかっただけだ。捜査員たちが新たな証言者に接触したのは、2026年3月のことだった。その人物は、男をよく知る元同僚だった。病院の廊下で何度も言葉を交わし、手術室の前で肩を並べた人間だ。しかし彼女は、ある一点についてだけ、ずっと口を閉ざしていた。彼の手が、震えていたことがあったんです。それは、小さな告白だった。しかし捜査にとっては、大きなひとしきれだった。手術前の準備室で、男の手がかすかに震えていたのを、彼女は一度だけ目撃していた。その時、男は笑ってこう言ったという。緊張するのは、誠実な証拠だよ。美しい言葉だった。だからこそ、彼女は疑わなかった。疑えなかった。しかし今、その言葉の裏に何があったのかを、彼女は静かに想像していた。あれは、緊張ではなかったのかもしれない。あれは、恐怖だったのかもしれない。自分が何者であるかを知っているものの、深く静かな恐怖。捜査員たちは記録を掘り返した。男が病院に提出した書類の中に、わずかな矛盾が見つかった。資格証明書の発行日と、彼が主張する研修期間の日付が、数週間だけ、噛み合っていなかった。たった数週間。しかしその空白は、
深く、暗い穴のように広がっていた。なぜ、誰もそれを確認しなかったのか。答えは、おそらく単純だ。誰もが、確認する必要がないと思っていたからだ。白衣を着て、自信を持って立っている人間を、疑う理由が見当たらなかったからだ。しかしひとしきれは、すでに走っていた。14年間、ずっと、そしてそのひとしきれの奥には、もう一人の人間が、静かに隠れていた。次に明らかになるのは、男の傍らにいたもう一人の影、第二の容疑者の存在だった。その男は、一人ではなかった。捜査が進むにつれ、もう一つの名前が浮かび上がってきた。第二の容疑者。それは、男のすぐそばにいた人物だった。彼女の名は、記録の中に深くうずもれていた。病院の内部文書、患者の同意書、手術前の確認書類、その全てに、彼女のサインがあった。医療コーディネーターとして採用されたその女性は、表向きは事務手続きを担当していた。しかし実態は、全く異なっていた。彼女は、男の偽造免許を最初に、確認した人物だった。書類を受け取り、内容を確認し、問題なしと判断した。あるいは、問題があることを知りながら、見て見ぬふりをした。捜査官たちが注目したのは、まさにその点だった。2026年に入り、訴訟団の調査が本格化すると、彼女の存在はにわかに浮かび上がった。被害患者の一人が証言した。手術前、不安を訴えると、彼女が穏やかに微笑んでこう言ったという。先生は本当に優秀な方ですよ。安心してください。その言葉が、患者の疑念を消した。彼女は、男の、防波堤、だった。患者と男の間に立ち、信頼を橋渡しする役割を担っていた。意図的だったのか、それとも彼女自身もまた、騙されていたのか。答えは、まだ出ていない。しかし一つだけ確かなことがある。300人の患者が手術台に上がるたびに、彼女はそこにいた。記録の上で、確かに存在していた。その事実が、次の疑問を生む。これは、二人だけの話だったのか、それとも、もっと大きな構造が、病院全体を覆っていたのか。真実は、いよいよ確信へと迫っていた。真実は、病院の奥深くに埋まっていた。捜査チームが証拠を積み上げるにつれ、ある恐ろしい構図が浮かび上がってきた。これは、一人の男による単独犯行ではなかった。2026年、訴訟団による内部調査が病院の管理記録を精査した結果、驚くべき事実が明らかになった。偽の医師が採用された当初から、少なくとも3人の管理職が、彼の資格情報に不審点があることを認識していた可能性が高いといい、それでも、誰も止めなかった。なぜか、答えは単純だった。彼は、使える存在、だったのだ。患者の回転率は高く、手術件数は記録的だった。収益という名の壁が、疑問の声を全て飲み込んでいた。そして、担当看護師の存在が、確信へと迫る鍵を握っていた。調査官が彼女の証言を求めたとき、彼女はついに沈黙を破った。私は、何度かおかしいと思った。でも、報告すれば仕事を失うと思っていた。その言葉は、病院全体を覆う構造的な恐怖を物語っていた。個人の問題ではない。システムそのものが、腐敗していた。300人の患者、300回の手術。その全てが、誰かの沈黙の上に成り立っていた。偽の医師は、天才的な詐欺師だったのかもしれない。しかし、それ以上に恐ろしいのは、彼を14年間も支え続けた組織の論理だった。真実は、もう隠しようがなかった。そして今、すべての責任の行方が、最後の審判へと向かおうとしていた。そして、裁きの日が来た。2026年、フロリダ州連邦裁判所は、14年間にわたって医師を偽り続けた男に対し、最終判決を下した。医療免許の偽造、詐欺、傷害罪、複数の重罪が重なり合い、求刑は懲役23年に及んだ。法廷に姿を現した男は、かつての自信に満ちた外科医の顔をしていなかった。うつむいたまま、ただ判決を聞いた。しかし、多くの被害者にとって、それは決して、終わり、ではなかった。300人を超える患者のうち、少なくとも47人が術後の後遺症を訴えた。歩行に障害が残った者、慢性的な痛みとともに生きることになった者、そして、手術台の上で命を落とした者もいた。彼らの苦しみは、判決文に収まるものではない。
病院側は組織としての責任を認め、民事訴訟において総額2億ドルを超える和解金の支払いに合意した。しかし、金銭で埋められる傷など、存在しなかった。問題の本質は、依然として解決されていない。なぜ、14年間もの間、誰も気づかなかったのか。いや、正確には、気づいていたのに、声を上げなかった者がいたのではないか。内部告発の記録は、今も複数の証言が封印されたままだといい、医療免許の照合システムは、事件発覚後に全米で見直しが進んだ。しかし、制度が変わっても、人間の沈黙を止める法律はない。一人の二世医師が暴いたのは、個人の罪ではなかった。システムの中に潜む、集団的な怠慢の記録だった。真実は裁かれた。だが、すべての疑問が法廷で裁かれたわけではない。この事件の残滓は、今もどこかに息をしている。エピローグは、まだ終わっていない。その後、男は複数の詐欺罪と無資格医療行為の罪で起訴された。裁判は2026年まで長期にわたり、争点は今も続いている。300人以上の患者のうち、何人が後遺症を抱えているか、正確な数字は、まだ公表されていない。病院側は組織的な管理責任を否定し続けた。しかし内部告発者の証言は、沈黙の壁に阻まれたまま封印されている。免許照合システムは、事件発覚後に全米で見直しが進んだ。制度は変わった。しかし、人間の怠慢を止める仕組みは、まだ完成していない。一人の二世医師が暴いたのは、個人の犯罪ではなかった。システムの内側に潜む、集団的な沈黙の記録だった。真実は法廷に持ち込まれた。だが、すべての問いが裁かれたわけではない。この事件の傷跡は、今もどこかで息をしている。エピローグは、まだ終わっていない。